こんにちは、古写真研究員の井桜です。今回は第11話、牛込区の部です。私は今、市ヶ谷橋の上に立っています。あちらには市ヶ谷駅が、そしてこちらの遠方には防衛省の通信鉄塔が立っています。今回の最初の1枚はここからです。これが市ヶ谷橋です。前回ご紹介した四谷門と同じく、ほとんど土橋になっていて、中央に木橋がかかっています。現在はこの左側に市ヶ谷駅がありますが、明治4年まで江戸城の市ヶ谷門がありました。先ほど見た防衛省の通信鉄塔はこの辺りでしょうか。そうすると防衛省はこの高台の辺りになります。この写真は明治5年以前に撮影されたもので、ここには江戸時代から尾張藩徳川家の上屋敷がありました。このお屋敷は慶応4年の戊辰戦争の時に江戸城総攻撃を計画する官軍の陣地となりました。お長屋に囲まれた奥には豪華なお屋敷があって、左側の木が茂っているこの辺りには楽々園と呼ばれる庭園が広がっています。右側の奥には立派な火の見櫓がありますね。尾張藩徳川家のこの豪華なお屋敷は明治4年に明治政府に接収されて、その後は陸軍用地となりました。そして明治11年にはこちらの陸軍士官学校が竣工しました。門の表説にはちょっと読みづらいですが、陸軍士官学校とあります。陸軍士官学校は明治7年に開校しましたが、明治11年にこの校舎が完成し、その年の6月11日に正式な開校式が行われ、軽気球を2回起用させました。その時の様子がこちらです。75メートルほど上昇したそうですが、これはまだ15メートルぐらいでしょうか。それにしても何と言いましょう。ハイカラな形をしていますね。開校式に参列した陸軍大将有栖川宮樽人親王は、この時に撮影された軽気球の写真をお土産にもらったそうです。当時の牛込区というのは現在の新宿区の一部で、ここです。左側にも続きます。ここが前回ご紹介した四谷門、そしてここに市ヶ谷門がありました。外堀にかかるのが市ヶ谷橋です。絵図を拡大しました。ここが市ヶ谷門と市ヶ谷橋です。第79形の市ヶ谷橋と尾張藩徳川家の上屋敷の写真はこの辺りから市ヶ谷橋越しにこんな角度で撮影していました。そして第80形の陸軍士官学校はこの辺りからこんな角度でした。絵図を上に移動しました。ここが市ヶ谷門です。次にお連れする場所はここ、牛込門と牛込橋です。この辺りからこんな角度と、こちらからこんな角度の眺めです。せっかくなのでここにある神楽坂もこんな風に覗いてみましょう。こちらが牛込門と牛込橋です。木橋の下を流れる小滝の水が堀に移って、なんだか情緒がありますね。この人、船を漕いでいい感じを醸し出しています。牛込門の渡櫓門は明治5年に、高麗門は明治6年には取り壊されてしまいました。石垣は明治35年にほとんどが撤去されましたが、こちらの渡櫓門の石垣が今も残されているようです。今度はここに牛込橋の木橋があります。水が奥へ流れています。橋を左にまっすぐ進むと、こ
の建物とこちらの建物の間が神楽坂の入り口のようです。そうするとこの辺りに神楽坂の坂があるんだと思います。手前の外堀には様々なお店が立ち並んでいるようです。ここが牛込門があった場所になります。JR 総武線の飯田橋駅西口のすぐ近くです。こちらが渡櫓門の石垣です。赤坂や四谷もそうですが、江戸城の外堀にあった門の石垣って結構残されてるんですね。次はこちら、牛込橋をまっすぐ渡った正面にある神楽坂です。江戸時代の神楽坂は右側には武家屋敷が、左側には商店が立ち並んでいたそうです。左側の一番手前にはお花のボタンをはじめ薬草などを栽培して販売するボタン屋敷と呼ばれるお屋敷があったそうです。明治になると武家屋敷跡も商店街となり、次第に寄席や演芸場、料亭などができて繁華街となりました。右側のこのお店には赤いという文字が、ここは足袋屋さんだったようで、この看板、足袋のつま先の方の形でしょうか。ここが親指を入れるところです。そして左側のこちらのお店、この付近がボタン屋敷だったところですが、看板、のれんにも文字がありますが、読めません。でも見つけちゃいました。明治37年発行の風俗画報に寿徳庵というお菓子屋さんがあったことが書かれていました。2階は喫茶室になっていたようです。牛込区の右隣は小石川区になりますが、その間には現在は神田川と呼ばれる江戸川が流れています。江戸川が外堀と合流するここには船河原橋、そして外堀のここには飯田橋があります。次はこの2つの橋をこの辺りからこんな角度で撮影した写真です。そして今回最後の写真は江戸川にかかるこの船河原橋から江戸川の眺めです。左から流れる外堀と右奥から流れる江戸川が合流し、神田川となって右に流れます。この写真は大正時代の絵はがきで、こちらが飯田橋、こちらが船河原橋です。路面電車が走っていますね。飯田橋は明治元年頃に簡単な木橋が架けられたのが最初のようです。明治14年には人力車や馬車が通れる丈夫な橋に架け替えられ、明治23年にこの鉄橋になりました。意外と新しい橋だったんですね。江戸時代からある橋だと思っていました。次は右側の船河原橋からあちら側を見てみましょう。これが明治5年頃の江戸川の眺めです。この辺りにはまだ武家屋敷の名残があるようです。遠方のこの橋が龍渓橋。中央に見えるこの滝のようなものは上流の水位を上げるためと海水が江戸川に入り込むのを防ぐために作られた堰です。この堰から美味しい鯉が流れ落ちるので、江戸時代は釣り人でにぎわったそうです。水がとてもきれいそうですね。船河原橋は江戸時代前期1600年代中頃に架けられたようです。この堰から流れ落ちる水の音がどんどんと橋に響くので、どんど橋とも呼ばれていました。この写真よーく見ると、左側のこちら、壊れた人力車や荷車が捨てられています。不法投棄ですかね。こんな写真もありました。
江戸川の堰の上には大きな木がかけられていて、ここに人が渡っています。この堰は意外と大きかったことがわかります。でもこの人、落っこちないか心配ですね。こちらには旧江戸川、現在の神田川がこちらからあちらに流れています。向こうに見える橋が船河原橋です。私が今立っているあたりが堰があった場所だと思います。ちょっと覗いてみましょう。さすがに美味しそうなお魚はいそうもありませんね。明治時代の牛込区はいかがでしたか？次回は第12話、小石川区の部です。お楽しみに。